はいじゃあ意外と大変かもだよね。Hi guys! It's Sego and Bren and またまた Molly Again Again 今日は比内寿司を食べながら質問にあったんだけど、マリとブレンはなんで日本に興味を持ったのかっていうのと、あとはどうやって日本語を勉強してるかっていうのをのんびりゆったり食べながら話していこうかなと思います。はいはい。じゃあブレンからじゃあ日本に興味を持ったきっかけ？興味を持ったきっかけは日本に行ったから行ってから興味を持つようになった。いつ？15歳の時に、その時に教会に行ってて、教会の女の人がなんか毎年なんていうの日本の教会でキズのキャンプを手伝いにチームを揃って行ってたんだけど、でそれでその女の人と友達だったからで海外に行ってみたいなと思ってたから行くことになって。で教会のその人がたまたま日本の方だったから、それは興味を持つきっかけになったってことか。マリは？私小学校は1年上のお姉さんみたいな友達がいてて、でその人はアニメ漫画めっちゃ好きで、私その友達が好きだったから私も漫画とか読もうとして、で本当に興味を持つようになってきて、学校では日本に何年間に住んでた友達ができて、アメリカ人いいよ、アメリカ人だったんだけど日本語は喋ることはできたんで、その人と一緒に日本語を勉強し始まった。そのアニメとか何見たの？私？東京ミュウミュウ。東京ミュウミュウ。少女のセーラームーンとか。セーラームーンみたいな感じ？かな？東京ミュウミュウ聞いたことなかった。めっちゃ子供っぽい。逆にさアニメとか小さい時ポケモンとかドラゴンボールとかは見たことあったんだけど、もう本当に日本のこと知らなくて、もう普通にアメリカのものだと普通に思ってた。だよね。一緒。だって英語でやるしね、普通に。そう日本語でやって字幕がつくとかじゃないんだもんね。英語で普通のアメリカのカートゥーンのチャンネルでやるから、土曜日の朝にとかやってたから、普通にアメリカのものだと思って、それ日本に行ってから日本のものだとしたかな。ジブリもそうだけど、本当？春の動く城とかもそう図書館で借りて見て、でも普通に多分海外のものだとしてたけど、別に日本のものだからとかっていうわけじゃない。見たのは。じゃあ次はブレンとマリはどうやって日本語を勉強したのか。最初は日本から帰ってきて、でやっぱり日本結構好きになっちゃって、でその日本にいつか戻りたいなと思って、日本語を勉強しようと決めて、でその人に頼んで、その人はたまたまもう日本語のレッスンをやってる人だったから、週1回レッスンやって、でマリと実は勉強会的なやつがあって、同じ先生同じ先生だったから、その先生の紹介で一緒に週1回勉強することになっただからそれで友達になったんだけど、じゃあアメリカにいた時はその週1回家庭教師、日本語の家庭教師を呼んでブレンもマリも勉強してたってこと？そうだよね。他にやってたこととかある？
アニメ見て勉強したとか。最初はなかったかな。まあでも留学生来たりしてたから日本から留学生が本当にもう1週間とかだけだけど、まあその時にできるだけ日本語をちょっと使おうと頑張ってて、でもそのぐらいかな。あとは普通にその週1回の勉強とか、まあ、あと自分で勉強したりして。マリは1週の日本頑張れ頑張れ。1週間の1回のなんかレッスンと、その勉強会とそのぐらいかな。あとはまあジブリ映画とか、アニメちょっと、私もうそんなにアニメに興味がないからもう、まあ、ドラマとか、アニメよりドラマとか音楽ぐらいかな。じゃあ逆に日本に留学してからの日本語の勉強方法は？いやでもその時はもう学校があったんじゃん。まあ学校はあったけど、まあ、学校でその文法とかの勉強して、まああとはでも結構自分は使って覚えるタイプだから、実際にね。だからやっぱりなんかバイトとかはすごい良かった。日本のバイトで結構敬語とかさ、なんかそのマナーの面も教えられるから、なんかね、言語を覚えるのは結構いい手段かもしれない。先輩たちも、まあ、いろんなバイトやったんだけど、いつも先輩たちすごい優しくて、もう外国人としてなんか、まあ、手伝ってくれる、そのなんか日本語はそんなにできないとか分かってくれるから、いいね、丁寧に教えてくれたりして、でもやっぱりそれすごいいい環境だと思う。私の学校ではバイトはできなかったから、なんか学校の大学の決まりだよね。そうなんか留学生もできないところあるもんね。そうだから私バイトができなかったんだけど、私なんかホストファミリーと一緒に住んでてすごくいい勉強になった。なんかそのなんか家族はちょっと年寄りの夫婦で、なんか英語は別に分かんなくて、でもすごく優しくていろんな話をなんかやってくれたんだから、すごくいい勉強。じゃあ最後になんかこの動画見てる人でもなんかこれから日本語勉強しようって思うなんか外国の人とかもいると思うんだけど、なんかこれから日本語勉強するときになんかこうしたらいいよとか、なんかアドバイスがあったら言ってみて。なんていうの、書いたりして勉強することはすごく大事だと思うんだけど、ね、文法とかはその言語の基礎っていうことはあるんだけど、でもそればっかりやっちゃうとなかなか話せないと思う。なんかもう適当でいいから話してみて失敗してそこからすごい成長するから、まあ、とりあえず話すことはおすすめかな。ブレンはそうやって、まあ、日本語を勉強してきたってことで、ほとんど多分話して覚えたと思う、日本語は。マリはまあ私ちょっとブレンと違ってそんなになんか使っても覚えれないタイプなんだから、なんかまあ私には漢字の勉強とかなんか教科書の勉強はすごくなんか役に立ったんだけど、やっぱりなんか失敗にはなんか怖くないでください。なんか本当に失敗してもなんか言葉が通じるなら全然 OK だから、なんか私いつも失敗してでもなんか友達とかはいれば分かってくれて、でなんか全然知らない人でもなんか駅員さんとかもなんか頑張って分かってくれるから、なんか怖くないでなんか全然大丈夫からみんなそうね、じゃあ失敗することを怖がらないで、どんどんなんかまあ喋ってって逆に失敗してそう失敗しないと多分成長しないから、まあでもその気持ちは分かる。俺も今アメリカに来て失敗したくないと思うとやっぱり喋れなくなるから、まあそれだったらどんどん失敗してなんか新しいなんかこうだよって言ってもらって、なんかそれがね勉強になる。恥ずかしいけどね、失敗するのは恥ずかしいけど、
まあ頑張んなきゃね。頑張ってなんか諦めないで、なんか私は最初日本語を勉強しようと思った時は本当に日本語やばかったからそうね。今までなんかこんなに日本語になんか簡単に喋れるって思わなかったから、その時絶対ならないと思ってた。ね、絶対ならない。今だったらだってもう普通にね会話をできるしなんか困ることはない。時々どっち喋ってるか忘れちゃう。英語か日本語どっちで。でまあそのレベルになるのにはまあ時間はかかるけどいつかはねこうなれるよっていうことだよね。そうね。はい。今日の動画はここまでになります。この動画面白いと思ったら高評価と登録とコメントもしてください。待ってます。待ってます。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。はい